これでわかるエゴン・シーレ。1890年、オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーン近郊のトゥルンに生まれる。15歳で父親を亡くし、その後、叔父に育てられました。幼少の頃から絵画の才能を発揮していたシーレは、16歳でウィーン工芸アカデミーに入学し、その後、ウィーン美術アカデミーに進学します。ただ、シーレは保守的な古典主義を継承するアカデミーに価値を感じられず、アカデミーの授業から離れます。その後、工芸学校時代の先輩であるクリムトに弟子入りを志願。クリムトはシーレの才能を評価し、モデル代の建て替えやウィーン工房への推薦など、いろいろと面倒を見ていきます。1908年、最初の個展を開きます。これはクリムトの全面的な援助により開けた個展でした。クリムトは本当に面倒見が良かったんですね。シーレは若くして父親を亡くしていることもあり、クリムトに複雑で精神的な父親像を求めていたとも言われています。その後、クリムトが開いた他の展覧会で、ゴッホやムンクの作品に触れ刺激を受けます。そこからどんどん自由な創作を繰り広げていきました。タブー視されていた性の部分なども作品に取り込み、倫理的に避けられるテーマをむしろ強調するような作品を制作していきます。周りからは過激すぎると言われていたそうです。1911年、シーレはモデルの一人である17歳のバリと同棲を始めます。バリをシーレに紹介したのはクリムトでした。彼女はクリムトのモデルとしても有名で、以前はクリムトとも愛人関係だったとか。喧騒を離れて母方の故郷であるチェコのチェスキー・クルムロフ市へ移住しますが、シーレの家に娼婦などが出入りしてヌードモデルをしているところを近隣の住民が知ると、閉鎖的な田舎町では彼らは歓迎されず、やがて2人は町から追い出されるようにしてウィーンへと戻ります。そして今度はウィーン近郊のノイレングバッハにアトリエを開きますが、下町の子供を誘い込んで絵のモデルにしたり、庭で女性モデルを裸にしてデッサンを描くなどしたため、評判が悪かったそうです。1912年、未成年者誘拐などの容疑で逮捕される。実際には14歳の少女が家出をしてシーレの家に来て、バリと3人でいたにもかかわらず、その子はシーレと一晩過ごしたと警察に告げ、シーレは逮捕されたそうです。その子は一体何がしたかったんでしょうか。それとも本当に怖いことをされていたのか、そこはわかりません。その後、シーレは24日にわたって拘留されています。裁判所はシーレの絵を芸術品と見ず、わいせつ物として押収し、その中には目の前で燃やされた作品もあるそうです。1914年、中産階級職人の娘、エディトと出会う。後に2人は結婚します。美男子で不思議な魅力を持つシーレは女性にとてもモテました。魔性の男と言ったらいいのでしょうか。エディトの姉もモデルになり、深い関係になったとか。シーレはバリともエディトともいい距離を保ちながら関係を続けたかったのですが、バリには受け入れられず去ります。その後、1917年、バリは従軍看護師としてクロアチアで亡くなっています。23歳の時でした。1914年、第一次大戦下のオーストリア軍に招集され、入隊しプラハへ。ただ、上層部に画家として活動していることを説明すると、軍は芸術家を尊重したため、シーレは前線勤務には就かずに済んだそうです。プラハでも絵の制作をしていました。1918年、クリムトによる第49回ウィーン文理科展にシーレの作品50点以上を出展。シーレの絵の価値は上昇し、次々と依頼が舞い込むようになりました。シーレが有名になったのはクリムトの影響がとても大きいですね。そんな時、同年1918年ですね、妻エディトが流行していたスペイン風邪にかかり、シーレの子供を宿したまま10月28日に亡くなります。シーレも同じ病に倒れ、10月31日にこの世を去ります。ちなみにクリムトも同じ年に亡くなっています。最後まで仲良しでしたね。お疲れ様でした。
最後にシーレの作品を見ながらお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。